こんにちは、自然を加工チャンネルのくにこです。今回は自然の色を学ぼうという動画の実践編です。こちらのですね、目白と椿の絵に色を塗りながら、私の水彩の混色をご紹介します。けれど、これはあくまで塗り方の一例です。色の作り方には正解が多分なくって、同じ目白や椿を描いても人それぞれ違う色の表現が生まれると思います。ぜひ自分の目で自然の色を観察しながらスケッチをして彩色をして、あなただけの色を探してみて、くださいね。はい、それでは、始めていこうと思います。今回はペン書きの部分は省いて、色を塗る場面の方を見ていきたいと思います。最初に発色を良くするために全体的に黄色を塗ります。透明水彩で最初に塗る下地のことをファーストウォッシュというそうです。なんか知らずにずっとやってたんですけど、明るくしたいなら黄色、冷たい光とか空気感を出したいなら青、温かみなら赤、落ち着いたトーンなら茶やグレーなど、他の色でもいいそうなんですね。で、光ってるね、部分は紙の白い部分を残すので、黄色もね、全体的ではなくって、塗り残すところをね、考えながら塗っています。そして、今回使用した椿と目白の写真は、花の黄色と赤、ピンク、目白の黄緑、葉っぱの緑が中心なので、全体的に黄色を塗ってるんですけど、青や紫、グレーやピンクの下に黄色は塗りません。前回作った色相関というこの輪があるんですけど、この輪の、下半分の部分には、黄色は、下地として塗らないっていうことなんですよね。これもね、ちょっとね、やっぱり理由がわからないんですけど、濁ってしまうから塗らないっていうことなんですかね。次にホルベインのオペラというピンク色を左側の椿に塗っていきます。結構ね、はっきりとしたピンクなので、たっぷりの水で薄く、していきます。これはですね、同じ木の椿なので、色はね、赤だと思うんですけど、光が当たって、こう、明度が上がってるんですよね。なので、ピンクに塗りました。で、花びらに白っぽくハイライトが見える部分があると思うんですけど、この部分には、色を塗らないように気をつけています。右側の赤い椿の色を混色しています。ウィンザー・ニュートンのパーマネントローズとカドミウムレッドを混ぜています。名前がちょっとわかりにくいんですけど、要は赤と朱色です。赤を塗るときはいつも2色混ぜています。朱色が入った方が私好みの赤になるからです。けれどですね、それも1回で濃い色をいきなり塗らずに、一度全体を塗ってから濃くなっている部分を乾いてから後で塗るので、ここではね、薄めに塗っていきます。葉っぱの光っている部分が水色に見えるので、ホルベインのホリゾンブルーを塗りました。これはですね、混色しないでそのまま薄めて塗った感じですね。次にホルベインのパーマネントグリーンナンバーワンを塗りました。黄緑ですね。これもね、混色しないでそのままのせています。ちょっと水を足したいときはね、筆で取るよりね、スポイトで取った方が楽ちんです。はい、次に、目白を塗っていきます。ウィンザー・ニュートンのオリーブグリーンを塗りました。これもね、混色してませんね。全然混色しないな。混色の動画を作ろうと思ってるのに全然混色しないでそのまま塗ってるっていう。お腹側の白い部分が少し見えているんですけど、その部分と尾っぽのグレー部分を残して全体を塗りました。そしてまた赤を、塗っていきます。さっきとね、同じように赤と朱を混ぜて、
同じぐらいの濃さか、または少し濃いぐらいの感じにして、鼻の中心とか、濃く見える部分を塗っていきます。そして再度ピンクに見える椿を塗っていきます。今度はですね、少し黄色を混ぜてみました。あれ、下地ではね、黄色を塗らないって言っときながら、ここでは混ぜてますよね。一貫性がなくてすいません。ちょっとね、柔らかいピンクにしたかったんですよね。でもね、ちょっと濃いめのきつい色になってしまったので、水で、少し薄めました。それから、花を塗ったり、葉っぱを塗ったり、目白を塗ったり、花なら花だけを塗っていかないで、バラバラに塗っていくのにはちょっと理由があって、色が乾くのをね、待ってるからなんですよね。で、本当はね、せっかちなんで、乾くのをね、じーっと待ってられないんですよね。ですので、違うところを次々に塗って、一周して、次の色をね、のせていくっていうような塗り方をしています。今度は椿の葉っぱを、塗っていきます。肉厚で硬い感じのする緑を塗りたいので、ウィンザーグリーンにコバルトブルーを混ぜて、バーミリオンヒュー、朱色ですね、を少し入れました。そしてもう一度先ほど作った同じぐらいの明度の緑を乾いた葉っぱの緑の上に、乗せていきます。こうやって重ねることでもう少しね濃くしていくっていう意図があります。次に目白を塗ります。オリーブグリーンに朱色を混ぜて彩度を落としました。色を塗っている場所の右上のところにね四角く試し塗りをしていこうって思ったんですけど、いつもね試し書きの用紙は別に置いていて、でなんとなく癖でねそちらで、書いてしまってますね。なんかただね試しで塗っているだけではなくって、水分をね調整しているっていうこともあるんですよね。椿の中のおしべやめしべに濃くした黄色を塗っていきます。筆はですね、皆さんどのぐらいの太さのものを使用されてるでしょうか。私はホルベインのパラリセーブルの6号とバンゴッホの2号をいつも使っています。外でスケッチするときは、呉竹の水筆の中か大サイズを使っています。今書いてる用紙は英語サイズなんですけど、このぐらいのね太さでね十分かなと思って使ってきたんですけど、空を塗る時なんかはもっと大きめの、平筆なんかを使った方がいいのかもしれませんね。目白の尾を塗っていきます。ペインズグレーにアイボリーブラックを少し混ぜて塗っていきます。最後にこれは混色とは関係ないんですけど、黄色やオリーブグリーンを色鉛筆でめしべのラインとか目白の羽毛の部分などを描いています。私は慣れているとか持ち運びが楽ということでペンと透明水彩でスケッチをしていますが、鉛筆と透明水彩でも不透明水彩でも色鉛筆だけとかそれらをミックスしても自分がね使っていってしっくりくるとか楽しいと思う画材を見つけることも、いいと思います。インスタとかピンタレストなんかで海外の方のスケッチを見たりして、私もこんな風に描いてみたいなんてあれこれ試すのはとっても楽しいことですので、ぜひトライしてみてくださいね。はい、いかがでしたでしょうか。ちょっとねパレットとか筆線とかあんまり綺麗じゃないのでお見せするような感じのものではないんですけど、塗り方のね手順がちょっと分かっていただけたらいいなっていうふうに思います。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録やいいねもお待ちしておりますのでよろしくお願いいたします。それではまた。